タイトル、愛と勇気の絆。物語。あるところに、美しい王国がありました。この王国には、勇敢で優しい王子と、美しい王女が住んでいました。彼らは互いに深い愛を抱き、王国の民たちからも尊敬されていました。ある日、王国に恐ろしいドラゴンが現れました。ドラゴンは恐怖と破壊をもたらし、王国の平和を脅かし始めました。王子と王女は、王国を守るためにドラゴンと戦う決意をしました。王子と王女は、それぞれの勇気を持ち合わせ、剣を手にしてドラゴンのもとへと向かいました。しかし、ドラゴンは強く、王子と王女は苦戦を強いられました。絶望的な状況の中、彼らはふと目を合わせました。その瞬間、二人の間に強力な絆が生まれました。彼らは互いの愛と勇気を信じ、力を合わせることにしました。王子と王女は、一心同体となり、ドラゴンに立ち向かいました。彼らの絆が生んだ力は、ドラゴンを圧倒し始めました。王子と王女の剣が光り輝き、ドラゴンの鱗を切り裂きました。最終的に、王子と王女の勇気と愛の絆が勝利をもたらし、ドラゴンは敗北しました。王国の民たちは、二人の勇気と愛に感動し、彼らを英雄と称えました。王子と王女は、王国に平和を取り戻し、愛と勇気の絆を築くことで、王国を発展させていきました。この物語は、愛と勇気の力がどれほど強いものであるかを教えてくれます。二人の絆は、困難な状況でも立ち向かう勇気を与え、周りの人々にも希望を与えることができました。愛と勇気の絆は、時には奇跡を起こす力を持っているのです。タイトル、隠された力の使者。物語。かつて、ミアは普通の少女だった。彼女は小さな村で暮らし、家族や友人と幸せな日々を送っていた。しかし、ある日、彼女は自分に隠された特殊な力を見つけることになる。ミアは夜になると、夢の中で不思議な冒険を繰り広げていた。彼女は夢の中で魔法を使い、怪物と戦い、世界を救うことができたのだ。最初はただの夢の中の出来事だと思っていたが、次第に現実と夢の境界が曖昧になっていくのを感じた。ある日、ミアは村のローマ術師であるエドワードにその力を話した。エドワードは興味津々の表情を浮かべ、ミアを魔法学校に入学させることを提案した。彼はミアの力を伸ばし、使い方を正しく教えることができると信じていた。ミアは家族に別れを告げ、魔法学校への旅に出発した。学校では他の生徒たちと一緒に魔法の基礎を学び、さまざまな試練に立ち向かっていく。彼女は自分の力がどんどん強くなっていくのを感じた。しかし、ミアは学校での生活に馴染めず、自分の本当の使命について考えるようになった。彼女は夢の中で繰り広げられる冒険が現実につながっていることに気づいたのだ。彼女は世界を救う使命を持っているのではないかと感じた。ミアは学校を抜け出し、自分の旅を始めることにした。彼女はさまざまな場所を訪れ、困っている人々を助けることに専念した。彼女は自分の力を使って、怪物や魔法使いと戦い、平和を取り戻すのだ。数年が経ち、ミアは伝説の使者として知られるようになった。彼女の冒険譚は人々の間で語り継がれ、彼女の名前は勇者として称えられるようになった。しかし、ミアはいつも謙虚さを忘れず、
自分の力を使って他の人々を助けることを続けた。彼女は隠された力を持つ者として、世界に平和と希望をもたらす使命を果たし続けたのである。そして、ミアの物語はまだ終わりではなかった。彼女は新たな冒険に挑み、新たな力を手に入れることになるのだ。彼女の旅は続いていくのだろうか。それは彼女次第である。タイトル、永遠の別れ。物語。かつて、ある国に住んでいた王子と王女がいました。彼らは幼い頃からずっと一緒に過ごし、互いに深い愛情を抱いていました。しかし、王子の父である国王は、王女の父である隣国の王に対して敵意を抱いていました。そのため、二人の愛は禁じられ、結ばれることはできませんでした。王子と王女はこの現実に絶望し、何度も仰せを重ねましたが、その度に彼らの心は痛みに満ちていきました。そんな彼らの心の奥底には、いつも永遠に一緒にいたいという願いがありました。ある日、二人は密かに逃亡することを決意しました。彼らは国境を越え、自分たちだけの世界を築こうと決めたのです。しかし、逃げる途中で王子は重傷を負い、その命は危機に瀕しました。王女は絶望しましたが、彼女の心の中には王子との愛と約束がありました。彼女は必死で医者を探し、王子の命を救うことに成功しました。しかし、医者は王子に対して、二度と戻ることのできない世界で生きる覚悟が必要だ、と告げました。王子と王女はこのまま逃げ続けることで、永遠に一緒にいることができるかもしれない。しかし、それは彼らにとって永遠の別れを意味することでもありました。王子は王女の手を握りしめ、彼女に微笑みかけました。永遠に一緒にいたい。だから、一緒に逃げよう。彼の声には覚悟が込められていました。王女は涙を流しながらも、王子の手を握り返しました。私たちの愛は永遠だから、どんな困難でも乗り越えられる。一緒に逃げましょう。二人は逃げることを決め、新しい世界へと向かいました。彼らの選んだ道は困難に満ちていましたが、彼らは互いの手を離さずに進んでいきました。彼らの愛は、時間を超えても色あせることはありませんでした。永遠に一緒にいることは叶わなくても、彼らの心はずっとつながっていました。そして、彼らの物語は永遠の別れとして終わりましたが、その愛は永遠に輝き続けるのでした。タイトル、禁断の遺産。物語。かつて、はるか昔に存在したという伝説の遺産があった。その遺産は、人々の願いを叶える力を持ち、世界に平和をもたらすことができると伝えられていた。しかし、その力を誰もが手にすることは許されていなかった。ある日、若き冒険家の名前はアレックスといい、彼はこの禁断の遺産を探すために旅立った。彼は伝説の地図を手に入れ、古代の遺跡へと足を踏み入れた。遺跡の中に入ると、アレックスは不思議な雰囲気に包まれた。まるで遺産の力が彼を引き寄せるかのようだった。彼は進むべき道を進みながら、さまざまな試練に立ち向かっていった。遺跡の奥深くにたどり着くと、アレックスは遺産の姿を見つけた。それは美しい宝石で飾られた箱の中に収められていた。彼は箱を手に取り、その力を感じた瞬間、あることに気づいた。禁断の遺産を手に入れたことで、彼の心に闇が生まれていることに気づいたのだ。
それは無意識に彼を暗黒の力へと引き寄せていた。アレックスは悩みながらも、その力を制御する方法を探すことに決めた。彼は遺跡を出て、修行の旅に出た。さまざまな修行者と出会い、彼らの教えに耳を傾けた。彼は自己の中の闇と向き合い、光を取り戻すために奮闘した。数年が経ち、アレックスは修行の果てに闇を制御する方法を見つけた。彼は自分の心を浄化し、遺産の力を使って世界に平和をもたらすことを決意した。アレックスは遺産を使い、人々の願いを叶える力を行使した。しかし、彼はその力を決して乱用しないように誓った。彼の目的は、世界を幸せにすることであり、そのために自己の欲望を抑えることだった。禁断の遺産を手に入れたアレックスは、世界中で英雄として称えられた。彼の物語は後世に伝えられ、人々は彼の勇気と決意を称え続けた。そして、アレックスは自らの遺産を守るため、その力を封印することを決めた。彼は遺産を再び地下の遺跡に戻し、自らもその場所で眠りについた。彼の物語は永遠に語り継がれることとなり、禁断の遺産は再び人々の心に希望を灯す存在となったのである。タイトル、銀河の彼方へ。物語。遥か彼方の銀河には、知られざる世界が広がっていた。その銀河は、星々が輝き、宇宙船が行き交う光景が広がっている。ある日、銀河の果てに住む少年、春樹は、夜空を見上げていた。彼はいつものように星たちと会話をしていたが、今日はなぜか心が落ち着かない。春樹は、星たちに尋ねる。星たちよ、なぜ私の心が落ち着かないのでしょうか。すると、一番明るい星が答えた。春樹、君の心が落ち着かないのは、まだ見ぬ冒険が待っているからだよ。君はまだ知らない世界を探求するために、旅立つべきなのだ。春樹は星たちの言葉に胸を打たれ、冒険の旅へ出ることを決意する。彼は、宇宙船を手に入れ、銀河の彼方へと旅立つ。彼は星々との会話を通じて、さまざまな星を巡りながら、新たな友人と出会う。彼は、星の国々でさまざまな試練に立ち向かい、成長していく。ある日、彼は銀河の果てにある最後の星にたどり着く。その星は、美しい光で満たされており、心地よい音楽が響いている。春樹はこの星で、自分の心を落ち着かせる方法を見つけることができるのかと思いを馳せる。彼はその星の住人たちと交流し、彼らの心の平穏さを学び取る。彼らは、美しい自然と共に暮らし、心地よい音楽を奏でることで、心を落ち着かせていた。春樹は、その星の住人たちから学んだことを実践し始める。彼は、自然の中で散歩をし、美しい音楽を奏でながらリラックスする時間を作る。彼は、自分の心を落ち着かせるために、日々努力を重ねる。そして、ある日、彼は自分の心が落ち着いていることに気づく。彼は、星たちとの対話を通じて、冒険の旅で得た経験と知識を生かし、自分自身を成長させることができたのだと感じる。春樹は、銀河の彼方への冒険を終え、地球に帰ることを決意する。彼は、新たな友人や経験を胸に、帰還の宇宙船を操りながら、銀河の果てから地球へ帰ってくる。彼は、
冒険の旅で得た知識と心の平穏さを持ち帰り、地球で新たな生活を始める。彼は自分の心の平穏さを大切にしながら日々を過ごすのだった。銀河の彼方への冒険は春樹の心を落ち着かせるための旅だった。彼は星たちとの対話を通じて自分自身を成長させることができたのだ。そして彼の冒険の旅は新たな人生への扉を開いたのである。タイトル、魂の交差点。物語。ある日、小さな町に住む少年タケルは夜空に輝く星々を眺めていました。彼はいつものように寝る前の時間になり、ベッドに横になったものの眠れずにいました。なんだか心が落ち着かないな、とタケルはつぶやきました。彼は窓の外を見ると、月明かりの下で一人の老人が佇んでいるのを見つけました。興味津々で、タケルはベッドから飛び起きて窓の外へと走りました。老人はタケルに微笑みかけ、手を差し伸べました。君は眠れないのかい？そんな時は私の物語を聞いてくれるかい？と老人は言いました。タケルは興味津々でうなずき、老人の手を握りました。すると、二人は突然、タケルの寝室から遠く離れた場所へと連れて行かれました。そこは夢の中のような不思議な場所でした。色とりどりの花が咲き乱れ、奇妙な生物たちが踊りながら歩いていました。老人はタケルの手を引きながら物語を語り始めました。この場所は魂の交差点と呼ばれています。ここでは人々の魂が出会い交流するのです。と老人は言いました。タケルは驚きながらも興奮しました。彼は興味津々で老人の物語を聞きました。老人は語り始めました。長い間、人々の魂は孤独な旅を続けてきました。しかし、この場所では、魂たちは互いに出会い、触れ合うことができるのです。そして、その交流を通じて、魂たちは癒され、成長するのです。タケルは目を輝かせながら、この不思議な場所での交流を想像しました。彼は自分の魂が他の魂と交わり、新たな経験をすることができるのだと思いました。物語が終わると、タケルはどうしてもこの場所での交流を体験したいと思いました。老人は微笑みながら、タケルの手を握りました。君はまだ旅の途中だ。時間が来るまで、この場所での交流はできない。ただし、夢の中で会うことはできるよ。と老人は言いました。タケルは少し寂しさを感じながらも、夢の中で会えることに安心しました。彼は老人にお礼を言い、再び窓の外へと戻りました。タケルはその夜から、毎晩の夢の中で魂の交差点を訪れるようになりました。そこで彼はさまざまな魂と出会い、交流を深めていきました。そして、タケルは自分の魂が成長し、癒されていくのを感じました。彼は魂の交差点での交流を通じて、自分自身を知り、他の人々との絆を深めていくのです。タケルの夢の中での冒険は続いていきました。彼は魂の交差点での交流を通じて、自分の人生においても大切な出会いや学びを得ることができました。そして、やがてタケルはある夜、自分の魂がもう一度魂の交差点で交わることができるようになりました。彼は老人に感謝の気持ちを伝え、新たな旅に出るのです。魂の交差点での不思議な交流は、タケルの人生に深い影響を与えました。彼は大人になっても、
その経験を忘れることはありませんでした。そして、タケルは自分の人生で他の人々との交流を大切にし、魂同士のつながりを大切にすることを心がけるようになりました。彼の心はいつも魂の交差点での出会いと交流に満たされていたのです。タイトル、罪と罰の狭間で物語。かつて、ある小さな村があった。その村には、青年のアキトという男が住んでいた。アキトは、村の中でも特に優れた剣の使い手であり、村の人々から尊敬されていた。しかし、ある日、アキトは村の守り神である巨大な竜を殺してしまったという噂が広まった。村人たちはアキトを罪人とし、彼を追い出すことを決定した。アキトは自らの罪を償うため、村を去ることを決意した。放浪の旅を続けるアキトは、罪の意識と孤独感に苦しむ日々を送っていた。彼は自分の行いを後悔し、己の罪を償う方法を模索していた。ある日、アキトは辺境の町にたどり着いた。そこは、盗賊団による支配下にある町だった。アキトは偶然にも盗賊団の首領であるカイトと出会い、彼に協力を頼まれる。アキトは、自分の罪を償う機会を得ることを感じ、カイトの誘いを受け入れた。カイトの盗賊団は、町の支配者である悪名高い貴族の罪を暴くことを目的としていた。アキトは、剣の腕を生かして盗賊団の一員として活躍し始めた。彼は、貴族の罪を暴くためにさまざまな冒険に身を投じた。しかし、アキトは次第に自分自身の罪と向き合うことになる。彼は、自分が犯した罪と同じような行いをすることになるのではないかという不安に苛まれた。アキトは、自分が正義を貫くことができるのか、自問自答する日々を送った。やがて、アキトは貴族の罪を暴くことに成功する。しかし、その過程で彼は自身の手で人を傷つけることを余儀なくされた。彼は、自分が罪を犯したことで得られる正義と、自身の行いによって発生する悪罪感との間で葛藤する。最終的に、アキトは自分の罪を償うために、盗賊団を離れる決断をする。彼は、自らの罪を背負い続けることで、少しでも罪を償おうとした。放浪の旅を再開したアキトは、次第に自分の中に新たな目的を見出す。彼は、自らの罪を背負いながらも、他の人々の罪を償うことができる存在となることを目指すのだった。罪と罰の狭間で生きるアキトの物語は続く。彼は自らの罪を償いながら、世界に正義をもたらすために戦い続けるのだった。タイトル、時間の迷子物語。ある日、小さな町に住む少年大輝は、夜更かしをしていた。彼はいつもなかなか眠れず、眠気を誘うためにいろいろな方法を試していたが、なかなかうまくいかなかった。そんなある夜、大輝は枕元に置かれた古い時計に目を留めた。この時計は、大輝の祖父が昔使っていたもので、見るからに古びているが、なぜかまだ動いていた。大輝は興味津々でその時計を手に取り、ゆっくりと針を回し始めた。すると、突然時計の針が狂い出し、大輝はまるで時空の中に吸い込まれたかのような感覚を覚えた。目を開けると、そこはまるで別の世界のような場所だった。大輝は驚きながらも、この不思議な世界を探索することにした。その世界には、
時計の針が指し示す時間が実体化しているかのような光景が広がっていた。例えば、午前8時の場所には忙しく通勤する人々がいたし、午後2時の場所には子供たちが元気に遊んでいた。大輝は不思議な世界に魅了されながら、さらに探索を続けた。すると、時計の針が夜中の12時を指し示した場所に足を踏み入れた瞬間、大輝は眠気を覚えた。周りは静まり返っており、眠りの中にいるような安らぎを感じた。大輝はこの場所で長い時間を過ごし、眠り続けることで時間の流れを忘れることができた。彼は眠りから目覚めることなく、この世界で永遠の眠りにつくことを決意した。そして、大輝は夢の中で幸せに暮らし始めた。彼は時々夢の中で友達と遊んだり、冒険に出かけたりして楽しんでいた。彼は時間の迷子となり、眠りの中で自由自在に時間を操っていた。しかし、長い眠りの中で、大輝は次第に現実とのつながりを失っていくことに気づいた。彼は自分が夢の中にいることに疑問を感じ始め、現実世界に戻る方法を探す決意をした。大輝は時計の針が指し示す午前3時の場所に足を踏み入れ、目を閉じて深く眠りについた。すると、彼は再び現実世界に戻ることができた。目を開けると、大輝は自分の部屋にいた。彼は時計の針が元通りになっているのを見て安堵し、これからは普通に眠ることができるようになった。大輝はこの不思議な体験を忘れることはなかったが、それでも眠りについていくことができるようになり、穏やかな日々を過ごすことができたのだった。タイトル、終わりなき戦い。物語。かつて、平和な王国があった。その王国は美しい自然に囲まれ、人々は幸せに暮らしていた。しかし、ある日、隣国の王がこの王国を侵略しようとしてきた。王国の王は、自国の民を守るために戦いを決意した。彼は勇敢な兵士たちを集め、敵の軍勢に立ち向かった。激しい戦いが始まり、王国は敵の攻撃をしのぎながらも、なかなか勝利の兆しは見えなかった。数年が経ち、戦いは続いていた。王国の兵士たちは日夜戦い続け、疲労と傷に苦しみながらも、王国を守るために命を捧げていた。しかし、敵の勢力は強大で、王国は次第に追い詰められていった。王国の王は、絶望感に包まれながらも、最後の希望を見つけるために神聖な森に向かった。そこで、彼は伝説の存在に出会った。それは、古代の賢者であり、戦いの終結を予言する力を持っていた。賢者は王に言った。戦いはまだ終わっていない。だが、勝利の鍵はお前にある。お前が心の平静と勇気を持ち、真の力を解放すれば、敵を打ち破ることができる。王はこの言葉を胸に刻み、王国に戻った。彼は兵士たちに自分の出会った賢者の助言を伝え、彼らもまた心の平静を取り戻し、勇気を持ち始めた。そして、王国は再び戦場に立った。兵士たちは新たな力を手に入れ、敵の攻撃を撃退し始めた。戦いは激しさを増し、王国は敵軍を押し返していった。数ヶ月後、ついに王国は敵を追い詰め、勝利を手にした。敵軍の指導者は捕らえられ、王国の王は敵軍の兵士たちをねぎらい、和平の道を選んだ。終わりなき戦いは終わりを迎え、王国は再び平和な日々を取り戻した。
王は兵士たちに感謝の意を示し、彼らの勇気と犠牲をたたえた。この物語は、戦いの中で自分の内なる力を見つけることの重要性を教えてくれる。終わりなき戦いの中でも、心の平静と勇気を持つことが勝利への道を開くのだということ。タイトル、消えた記憶の謎。物語。ある晩、主人公の名前は佐藤太郎という男性が、自宅で一人静かに過ごしていました。太郎は最近、睡眠に悩まされていて、毎晩なかなか眠りにつけない状態が続いていました。太郎はさまざまな方法を試しましたが、どれも効果がなく、ますます不眠症が悪化していくばかりでした。そんなある日、太郎は友人から、睡眠導入用の物語がある、と聞きました。友人から聞いた物語は、不思議な力を持っていると言われていました。それは、読み聞かせられた人が不思議な夢の世界へと誘われ、そこで心地よい眠りにつけるというものでした。太郎は興味津々で友人からその物語を借り受け、自宅で読み聞かせてもらうことにしました。友人は物語の朗読を始めると、太郎はその言葉に心を奪われていきました。物語は、ある森の中に住む少女の冒険を描いていました。少女は不思議な力を持っており、森の中に眠る人々の夢を司っていました。彼女は夢の中で人々に癒しを与えることができるのです。太郎はその物語の中に没頭し、まるで自分自身が少女の冒険に同行しているかのような感覚に包まれました。彼女と共に森の奥深くへと進んでいくうちに、太郎は徐々に眠りに落ちていくのを感じました。そして、夢の中で太郎は自分の心の中にある悩みやストレスを解放していくのです。彼は少女の手によって優しく癒され、心地よい眠りに包まれました。次の朝、太郎は目覚めると、なんと驚いたことに不思議なことが起きていました。彼の不眠症が完全に解消されていたのです。太郎は感動と喜びで胸がいっぱいになりました。それからというもの、太郎は毎晩その物語を聞きながら眠りにつくことにしました。彼は夢の中での少女との冒険を楽しみながら、心地よい眠りを得ることができるようになったのです。太郎は友人に感謝の気持ちを伝えるとともに、この素晴らしい物語を他の人々にも共有することを決意しました。彼は睡眠導入用の物語を広める活動を始め、多くの人々の不眠症の悩みを解消する手助けをすることができました。物語の力は本当に不思議で、人々の心を癒し、眠りの質を向上させることができるのです。太郎の物語の冒険は続き、彼はさらなる人々の笑顔を取り戻すために、不眠症に悩む人々と共に新たな旅に出るのでした。タイトル、星降る夜の奇跡。物語。ある晩、小さな町の住民たちは星降る夜を迎えていた。その夜は特別な夜で、一年に一度しか訪れないと言われている。人々は町中の広場に集まり、星空を見上げながら心躍らせていた。主人公の少年はこの正き夜が大好きだった。彼は星に願い事をするために、いつも夜空を見上げていた。今年も例外ではなく、正木は静かに広場に足を運んだ。広場にはたくさんの人々が集まっていた。子供たちはワクワクした表情で星空を見つめ、大人たちは思い思いの願い事を心に抱いていた。正木は少し緊張しながらも、大切な願いを心に描いていた。すると、
突然広場の中央で大きな光が輝き始めた。人々は驚きながらも、その光に引き寄せられるように近づいていった。すると、光の中から美しい女性が現れた。彼女は星の精霊であり、星降る夜にしか現れない存在だった。彼女は微笑みながら、人々に向かって話し始めた。星降る夜には、私たち精霊が願いを叶える力を持っています。願い事を心の底から願う者には、特別な奇跡が起こるのです。マサキは興奮しながら、彼女に近づいた。私はマサキと言います。今年の願いは、家族みんなが幸せで健康でいられることです。とマサキは胸を張って言った。すると、星の精霊は優しく微笑んで、マサキの願いを叶えるために星空に手を差し伸べた。すると、星空が一気に明るくなり、星の雫が降り注ぎ始めた。マサキはその光景に感動しながら、星の雫が自分たちの身体に触れるのを感じた。そして、不思議な力が彼らの心と体を包み込んでいくのを感じた。その後、マサキの家族は驚くべき変化を遂げた。彼らの健康状態が改善し、笑顔が絶えなくなった。家族みんなで過ごす時間も増え、幸せな日々が続いた。マサキは星の精霊に感謝の気持ちを胸に、星降る夜にはいつも願い事をするようになった。彼は自分の願いが叶った奇跡の力を信じ、他の人々にも広めるために努力することを決めた。星降る夜の奇跡は、マサキの家族だけでなく、町の人々の心をも変えていった。彼らは星に願いを託し、奇跡を信じるようになったのだ。そして、星降る夜がやってくるたびに、人々は広場に集まり、願い事をするようになった。星の精霊はいつも彼らを見守り、奇跡を起こし続けた。星降る夜の奇跡は、町の人々にとって特別な日となり、彼らの願いが叶うことを信じる大切な瞬間となったのである。タイトル、誓いの花束物語。緩やかな風が街を包み込む夕暮れ時、小さな村に住む少女エミリアは、心の奥底で強い決意を秘めていた。彼女は幼い頃、両親を亡くし、孤独な日々を送ってきたが、今日から新たな旅に出るのだ。エミリアの目的は、遠くの山の頂に咲くと言われる誓いの花を手に入れることだった。伝説によれば、この花が持つ力は、願いを叶え、心の傷を癒すとされていた。エミリアは、両親の存在を思い出しながら、その花を見つけることができれば、彼らに感謝の気持ちを伝えることができると信じていた。旅の道中、エミリアはさまざまな困難に立ち向かう。山道を進むにつれて、道が険しくなり、足元も危険な岩場や深い谷底が広がっていた。しかし、エミリアは決して諦めることなく、進む道を選び続けた。彼女の心は、誓いの花への渇望で満たされ、その思いが彼女を力強く支えていた。途中、エミリアは孤独な旅の中で出会った人々と触れ合う機会も得る。老人からは人生の知恵を教わり、子供たちからは純真な笑顔をもらった。彼らの温かな言葉と優しい行動は、エミリアの心を癒し、旅の疲れを癒してくれた。数日が経ち、エミリアはついに山の頂上にたどり着いた。そこには、まばゆいばかりに輝く花畑が広がっていた。エミリアは花畑の中に足を踏み入れ、目の前に広がる美しい景色に目を奪われた。
花畑の中心には、エミリアが探し求めていた誓いの花が一輪だけ咲いていた。彼女は花に近づき、両手で包み込むように摘み取った。花の香りが彼女の心を包み込み、幸せな感覚が全身を駆け巡った。エミリアは花を大切に抱え、感謝の気持ちを込めて両親の墓前に立った。彼女は花束を墓前に備えると、心の中で両親に誓いを立てた。私はいつまでもあなたたちを忘れません。この花の力で、私は強く生きていきます。と、その瞬間、花束が輝き始め、不思議な力がエミリアの心に満ちた。彼女は両親の存在を確かなものと感じ、心の傷が癒えていくのを感じた。エミリアは、誓いの花を大切に持ち帰り、村に戻った。彼女の姿を見た村人たちは驚き、彼女の旅の経験を聞かされた。エミリアは村人たちに花の力を伝え、彼らの心を癒す手助けをすることを決意した。以来、エミリアは村の中心に小さな花屋を開き、誓いの花を通じて人々を癒していくこととなった。彼女の優しい笑顔と花の力は、村人たちに勇気や希望を与え、村はますます活気づいていった。そして、エミリアは自分自身も成長し、両親の存在をいつも心に感じながら、誓いの花を通じて人々に幸せを届ける使命を果たしていったのであった。タイトル、天使の守護者物語。ある日、小さな町に住む少年トムは、眠れない夜を過ごしていました。彼はいつもならすぐに眠りにつくのですが、今晩はなかなか眠りにつけませんでした。トムは窓の外を見ると、美しい満月が輝いていました。その満月の光が、彼の部屋に入り込み、ほんのりと明かりを灯しました。トムはその光に誘われるように、窓の外に出てみることにしました。庭に出ると、そこには一人の少女が立っていました。彼女は白いドレスを着ていて、透き通るような美しい笑顔をしていました。トムは彼女が誰なのか、どうしてここにいるのか、不思議に思いましたが、彼女の存在はなぜか安心感を与えてくれました。少女がトムに近づいてきて、優しく微笑むと、彼女は言いました。私は天使の守護者です。あなたが眠れない夜に出会うことがあります。あなたが心配事や悩みを抱えているとき、私はあなたのそばにいて、安らぎを与える存在なのです。トムは驚きながらも、少女の言葉に心が温かくなりました。彼は天使の守護者と呼ばれる存在が実際にいるのだと思うと、少し安心しました。その夜から、トムは天使の守護者との出会いを楽しみにするようになりました。彼女が現れると、トムは彼女に自分の心の中の悩みや不安を打ち明けるのです。すると、天使の守護者はいつも優しく聞いてくれ、励ましの言葉をかけてくれました。それからというもの、トムは眠る前に少しだけ話をすることで、心の中の重荷を軽くすることができるようになりました。天使の守護者の存在が、彼にとって心の支えとなりました。そしてある晩、トムはいつものように天使の守護者と話をしました。彼は彼女に感謝の気持ちを伝え、そして眠りにつく準備をしました。すると、天使の守護者は微笑みながら言いました。あなたはもう大丈夫です。今までの悩みや不安は、私が一緒にいることで少しずつ解消されていきます。安心して眠りなさい。トムは天使の守護者の言葉に胸を打たれ、深い眠りにつきました。
彼はその後も天使の守護者との出会いを楽しみにしながら、心豊かな日々を過ごすことができました。そして、トムが大人になった今でも、彼は天使の守護者の存在を信じています。彼は自分自身の心の声を聞き、大切なことに気づくために、いつも天使の守護者の助けを借りています。天使の守護者の存在は、人々に安らぎと勇気を与えるものであり、眠れない夜を支える存在でもあります。それはトムだけでなく、私たちすべてにとっても同じです。タイトル、忘れられた島の秘密物語。かつて、人々に忘れられた島があった。この島はどこにあるのかも知られず、地図にも載っていない。だが、その島には不思議な秘密が隠されているという噂が広まっていた。ある日、大冒険家のジョンはこの噂を聞きつけ、その秘密を解き明かすために島へ向かうことを決意した。彼は船をチャーターし、仲間たちと共に航海を始めた。数日後、彼らは忘れられた島に到着した。島は美しい緑に覆われ、色とりどりの花々が咲いていた。しかし、その美しい景色の中にも何か不気味な雰囲気を感じることができた。ジョンたちは島を探検し始めた。すると、島の奥深くに古い建物があることを発見した。建物は荒れ果てていたが、中には何か大切なものが隠されているかもしれないと思い、彼らは中に入っていく。建物の中に入ると、そこには古代の書物や宝石が置かれていた。それらはまるで遠い昔の宝物庫のようだった。しかし、何かが違う。なぜこのような貴重なものがここにあるのか。ジョンたちは疑問を抱いた。その時、一枚の地図が目に入った。それは島の全体図で、島のどこかに秘密の場所が示されているようだった。ジョンたちはその場所を目指すことに決め、再び冒険を続けることにした。島を探検しながら、ジョンたちはさまざまな謎や困難に立ち向かった。だが、彼らは互いを助け合い、知恵を絞りながら進んでいった。そして、数日後、彼らは秘密の場所にたどり着いた。そこには不思議な力を持つ宝石が置かれていた。その宝石は、人々の心を癒し、忘れられた島の秘密を解き明かすことができると伝えられていた。ジョンたちはその宝石を手に入れ、島を後にした。彼らは帰りの船の中で、その宝石の力を信じて眠りについた。翌朝、ジョンたちは目覚めると、自分たちがまた普通の生活に戻っていたことに気がついた。彼らは忘れられた島の秘密を解き明かしたことをレ望して待ったのだ。しかし、ジョンたちは心の奥深くに何かが残っていることを感じていた。忘れられた島の秘密が彼らの心に刻まれ、彼らの人生に新たな光を与えていたのだ。この物語は、忘れられた島の秘密を解き明かしたジョンと彼の仲間たちの冒険を描いている。彼らは困難を乗り越え、秘密の宝石を手に入れたが、その記憶は彼らの心に刻まれたままである。そして、彼らはその力を生かし、新たな人生を歩んでいくのだった。タイトル、魔法の森の缶物語。昔々、魔法の森には美しい缶がありました。この缶は、眠りにつくのを助ける魔法が宿っていると言われていました。その缶に住む魔法使いは、眠りの魔法を扱うことに長けており、多くの人々が彼のもとを訪れていました。ある日、少女エミリアは眠りが浅く、
毎晩眠れずに困っていました。彼女は魔法の森の噂を聞きつけ、缶に向かうことを決めました。エミリアは缶のドアをノックし、魔法使いに助けを求めました。魔法使いはエミリアの悩みを聞き、彼女に特別な魔法を授けました。それは、夜になると枕元に置くと、心地よい香りが漂い、エミリアを穏やかな眠りへと誘うというものでした。エミリアは喜び勇んでその魔法を試してみることにしました。夜が訪れ、彼女は枕元に魔法の香り袋を置きました。すると、瞬く間に部屋中に広がる甘い香りがエミリアを包み込みました。エミリアはゆっくりと目を閉じ、深呼吸をしながら寝床に横たわりました。すると、彼女のまぶたには美しい夢の世界が広がっていきます。そこには、魔法の森や妖精たちが登場し、楽しい冒険が待っていました。エミリアは眠りの中で、魔法の森の妖精たちと一緒にお菓子の家に迷い込んだり、魔法の湖で泳いだり、空高く舞い上がったりしました。彼女は自由自在に夢の中を冒険し、幸せな気持ちでいっぱいになりました。朝になり、エミリアは目を覚ますと、同時に、夢の中で感じた幸せな気持ちがまだ残っていることに気づきました。彼女は感謝の気持ちでいっぱいになり、魔法の森の缶に感謝の手紙を書きました。エミリアの手紙を読んだ魔法使いは、喜びの笑顔で彼女に返事を書きました。彼はエミリアに対して、この魔法の香り袋を使い続けるように助言しました。そして、彼女の眠りがいつも穏やかで幸せなものであり続けることを祈っていました。エミリアは魔法の香り袋を大切に保管し、毎晩使い続けました。彼女の眠りはますます深くなり、夢の世界での冒険もますます楽しくなるようになりました。彼女は魔法の森の缶との出会いに感謝し、幸せな眠りを手に入れたのでした。タイトル、眠れる竜の目覚め。物語。かつて、遠い昔、美しい竜がこの世に存在していました。その竜は、その美しさと力強さから人々に崇拝され神聖視されていました。しかし、竜はある日突然、深い眠りに落ちてしまいました。竜が眠りについてしまったことで、人々は大いなる不安と絶望に包まれました。竜が眠っている間、世界は平和であり続けることを祈りながら、人々は彼ら自身の生活を続けました。数百年が経ち、竜の伝説は次第に忘れ去られていきました。しかし、ある日、一人の若者が竜の伝説に触れ、その存在を信じるようになりました。彼の名前はリオンといい、竜の目覚めを願う心を持っていました。リオンは遥か彼方の山岳地帯にある竜の眠る場所へと旅立ちました。彼は困難な道のりを乗り越え、最終的に竜のいる場所に到着しました。そこには巨大な竜の姿がありましたが、まるで眠りから目覚めることなく、静かに息をしているようでした。リオンは竜に対して声をかけました。お願いです。竜よ、目覚めてください。世界はあなたの存在を必要としています。しかし、竜は全く動じませんでした。リオンは諦めずに、竜の周りを囲む美しい花々を手に取り、竜の体に散りばめました。その花の香りが竜の鼻孔をくすぐり、竜はゆっくりと目を開けました。竜が目を開けた瞬間、世界はまるで生まれ変わったかのようでした。自然は一斉によみがえり、鳥たちは竜に感謝の歌を奏でました。人々も竜の目覚めを知り、喜びに包まれました。
竜はリオンに感謝の意を示し、彼に特別な力を授けました。リオンはその力を使い、竜の存在を世界中に伝えることとなりました。そして、竜は再び人々に崇拝され、神聖視される存在となったのです。眠りから目覚めた竜は、世界の調和を守り続ける役割を果たしました。彼の存在は人々に希望と平和をもたらし、竜の伝説は永遠に語り継がれることとなりました。この物語は、眠りから目覚めることで力強さと美しさを取り戻した竜と、彼を信じ続けた若者の勇気と信念をたたえるものです。そして、その竜の目覚めが世界に平和と希望をもたらすことを伝えるために語られています。タイトル、夢見る少女の約束物語。昔々、ある町に住む少女、ミユはいつも夢を追いかけていました。彼女は美しい花畑で暮らしており、自然と共に過ごすことが大好きでした。ある日、ミユは夢の中でひときわ美しい光を見つけました。その光は彼女を呼ぶように輝いていました。ミユは興味津々でその光のもとへ向かいました。すると、そこには不思議な存在が現れました。それは夢の守り人と呼ばれる存在でした。夢の守り人はミユに対して、私は夢の守り人、あなたの夢を守り、叶えるために存在しています。私と契約をして、あなたの夢を叶えませんかと言いました。ミユは喜び勇んで契約を結びました。それから、彼女の夢は次第に現実に近づいていきました。ミユは花の種をまくことができるようになり、美しい花畑を作り上げました。また、音楽の才能も開花し、美しいメロディを奏でることができるようになりました。しかし、夢の守り人はミユにもう一つの約束を伝えました。私と契約を結んだ代わりに、あなたは夢の中でずっと眠り続けなければなりません。夢から覚めることはありません。と、最初はミユも喜んでその約束を受け入れましたが、次第に夢から覚めることへの憧れが湧き上がってきました。彼女は現実の世界で友達と遊ぶことや、家族と一緒に過ごすことを夢見るようになりました。ある日、ミユは心の中で決意しました。私はもう夢の中でずっと眠っていたくない。現実の世界で生きることが私の夢なのだ。と、彼女は夢の守り人にその意思を伝え、契約を解除することを決めました。すると、夢の守り人は少し寂しそうな表情を見せましたが、ミユの決断を受け入れました。そして、夢の守り人は彼女に、あなたの夢はもうすでに叶っている。私はあなたを大切に思っている。幸せになってほしい。と言いました。ミユは夢の守り人に感謝の気持ちを伝え、彼女の夢を叶えてくれたことに心から感謝しました。そして、彼女は現実の世界で生きることの素晴らしさを再認識しました。以来、ミユは夢を追いかけながらも、現実の世界で大切な人たちと共に過ごすことを楽しんでいます。彼女の心にはいつも夢の守り人が守ってくれる存在として残っており、彼女の未来も輝いています。タイトル、無限の旅路物語。ある日、主人公の名前はリリアンという女性が、深い眠りに入りました。彼女の眠りの中で、彼女は一人の旅人と出会います。その旅人は、魔法の力で無限の旅路に迷い込んでしまったと言います。旅人はリリアンに助けを求め、一緒に旅をすることになりました。彼らは広大な草原や美しい森林、
壮大な山々を巡りながら、さまざまな冒険を経験します。その中で、二人は互いに力を合わせ、困難を乗り越えていきます。旅の途中で、リリアンは自分の内なる力を発見します。彼女は魔法の才能を持っており、それを使って旅人と一緒にさまざまな困難を解決していきます。彼女の魔法は、自然の力を操ることができるもので、植物を成長させたり、風や水を操ったりすることができます。二人は旅を続けながら、さまざまな民族や生物たちと出会います。彼らはお互いの文化や知識を交換し、新たな友情を築いていきます。そして、彼らは互いに成長し、自分たちの限界を超えることができるようになります。しかし、無限の旅路は果てしなく続いていきます。二人は何度も迷い、困難に立ち向かいながらも、希望を持ち続けます。彼らは時には喜びを分かち合い、時には悲しみを抱えながらも、進んでいきます。そしてついに、彼らは無限の旅路の果てにたどり着きます。そこには美しい光景が広がっており、彼らの心は平穏と満足感で満たされます。彼らは長い旅路の果てに、自分たち自身を見つけることができたのです。リリアンと旅人は、無限の旅路を終えた後も友情を保ち続けます。彼らは互いにとって特別な存在となり、一緒に過ごした時間をずっと大切にします。そして、リリアンは目を覚ますと、そこには旅人の姿はありませんでした。彼は彼女に感謝の言葉を残し、彼女の心に深く刻まれた旅の思い出は、彼女の人生を豊かに彩りました。以降、リリアンは自分の内なる力を信じ、自分自身の旅路を歩んでいきます。彼女は旅人から学んだ勇気と希望を胸に、新たな冒険に向かっていくのでした。タイトル、霧の中の幻想物語。ある日、霧深い森の中に住む少年和也は眠れない夜を過ごしていました。彼はいつもならすぐに眠りにつくのですが、この夜はどうしても眠れないのです。和也は床に横になりながら、窓の外に広がる霧の海を見つめます。その霧は深くて不思議な雰囲気を持っており、どこまでも続いているように見えます。そんな中、和也はふと、霧の中に幻想的な世界が広がっているのではないかと思いつきました。興味津々の和也は、窓を開けて霧の中へと飛び込みました。すると、彼の周りにはまるで別世界のような景色が広がっていました。美しい花々が咲き乱れ、神秘的な生物たちが舞い踊っています。和也は驚きながらも、興奮で胸が高鳴ります。彼はそのまま歩き始め、霧の中の幻想的な世界を探索していきます。すると、森の奥深くに一つの小さな家が現れました。和也は好奇心からその家に入ってみると、中には小さな寝室がありました。そのベッドにはふわふわの布団が敷かれ、心地よい香りが漂っています。和也はふと、このベッドで眠ればいつものようにすぐに眠りにつけるのではないかと思いました。彼は迷わずベッドに横になり、ふかふかの布団に身を包みました。すると、身体が優しく包まれるような感覚が広がり、和也は気持ちよく眠りに落ちていきました。そして、和也は夢の中へと迷い込んでいきます。その夢の中では、彼は霧の中の幻想的な世界でさまざまな冒険を繰り広げます。不思議な生物たちとの交流や、美しい景色の中での散歩など、彼の夢はまるで魔法のような体験が詰まっていました。
夢の中での冒険が続くうちに、和也は心地よい眠りの中でリラックスし、疲れや不安も次第に解消されていきます。そして、朝が訪れる頃、彼は夢から目覚めました。和也は目を開けると、自分がベッドに寝ていることに気づきます。彼は幻想的な夢の中で眠り続けたのだと理解し、満足げに微笑みます。そして、心地よい眠りをとった彼は、以前よりも元気になって新しい日を迎えるのでした。それ以来、和也は霧の中に広がる幻想的な世界を探求することを楽しみにしています。眠れない夜には、その世界への冒険を思い描きながら眠りにつくのです。彼の心の中には、いつも幻想的な夢の世界が広がっているのでした。タイトル、迷宮の謎、物語。ある日、主人公の名前は、太郎と言います。太郎は普段からよく眠れず、いつも疲れたままでした。友人の花子は、太郎の悩みを聞き、彼に一つのアイデアを提案しました。花子は太郎に、迷宮の謎という眠りに誘う物語を作ってみましょう。と言いました。迷宮の謎とは、眠っている間に夢の中で迷宮を探索し、謎を解きながら進んでいくというものです。太郎はこのアイデアに興奮し、早速物語を作り始めました。物語は、太郎が眠りに落ちた瞬間初めからまります。彼は目を閉じると、突如として目の前に巨大な扉が現れました。太郎は迷宮の入り口に立っているのだと気づきました。太郎は迷宮の中に入ると、そこには暗闇が広がっていました。彼は手探りで進みながら、壁に触れることで道を判断しました。途中、太郎はさまざまな謎に出会いました。例えば、3つのドアのうち、どれが正しい道へ続いているのか、という謎や、4つのスイッチのうち、どれを押すと扉が開くのか、という謎などです。太郎はそれぞれの謎を解きながら迷宮を進んでいきました。時には正解が見つからず、迷宮の中で迷子になることもありましたが、彼は決して諦めることはありませんでした。太郎は眠りの中で、自分の心の力を信じることが大切だと気づいたのです。迷宮の中での冒険は、太郎にとっては実にリアルなものでした。彼は迷宮の中でさまざまな仲間と出会い、共に謎を解きながら進んでいきました。そして、太郎は次第に眠りの世界でも力を発揮できるようになっていきました。そして、ついに太郎は最後の謎を解き、迷宮の最奥にたどり着きました。そこには眠りの女神が待っていました。女神は太郎をたたえながら、君は眠りに誘われる力を手に入れた。と言いました。太郎は女神から力を授かり、眠りの世界での冒険を終えました。彼は目を覚ますと、自然に眠りに落ち、心地よい夢の中に入っていくのでした。それ以来、太郎は眠りに誘われる物語を作りながら眠りに落ちることができるようになりました。彼は友人の花子に感謝しながら、毎晩楽しい冒険を繰り広げるのでした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。